でも多分かけるのも多分 2,3 日かかりますね。試し食い。うちにはこれがあります。これミラクルルーツ。おお、ギリギリ。はい、それでは今日はこれです。やっとぶどう袋かけやっていきたいと思います。やっとです。7月の16日。もうね、本当だったらもうとうの昔に袋かかってなきゃいけないんですけど、袋をかけていこうと思います。いつもはこの星野株式会社星野さんの緑色の袋を使ってるんですけど、今回はこっち星野さんの白袋ね。これは大ってやつ。まあこのぐらいの房だったら大で、本当だったらさ、こんな房なんかさ、多分もうポンだよね。プロは落としちゃうんだろうけど、でこれがどうなるのかっていうのを見たいんで、最後までやっていきます。まあそうでしょう。でこれが特大星野さんの、そしてこれが積山さんのこれこんな濃いやつ、3種類で袋かけしていこうと思います。なんでっていうかっていうと、食べる時期をずらす、なるべく自分家で食べていきたいんで、まず白い袋から食べてって、緑の袋、最後にこっちの袋っていう風に、食べ時調整のイメージで3種類やってみます。でまあこっちのね大きい房の方なんかは多分特大でちょうどいいんだと思うんだけど、これもまあそうだね。まあちょっとじゃあかけてみましょうか。ちっちゃいやつにこうやってさ、こうやるじゃん。でこうクシュ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 ってやって、ここに針金が入ってくから、これを根元から上に向かってこんな感じでこうかけて、で最後肩のところギュッてやってやると、これで出来上がり。もう一個こうやっとかけられる。でも多分かけるのも多分 2,3 日かかりますね。こうクシュ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 ってやって、でこれをこうして肩をかけてやる。これでもう病気がとりあえず身だけは多分守られる。で一回もうあれか袋かけ前にやってあるんで、殺菌剤でね、さっき見たんだけど、ここがちょっと傷んでんの。ほらこっち来て、ほらこれ出荷症とかじゃなくて、ハエ取りのあれをさ、ほらあれあるじゃん、あれをさ、ここにぶら下げてあったんだよ。でそれが多分ここで擦れたんだよね。これは擦れですね。でもそれ取っといてもしょうがないから切っちゃいます。もう短くしちゃおう。ここいらからマジで試しに食ってみっか。ちょっと食ってみます。試し食い。すごい。最初さ一噛みした時さ、何ちょっと甘いんじゃねえかなと思ってガリッといったら、もうこれがえらいことです。まあそりゃそうだよな。今7月16日でまだ1ヶ月は早い。そしてまだ今広角期って言って、ベレーゾーン期って言って、つるとかをあまり剪定とかしちゃいけない時期なんですね。あんまりなんか刺激を今与えると、この出荷症つって粒がしぼんだりとかする症状が原因不明なんだって。だからこれが柔らかくなる時期があって、この次の時期は水あげてくると今度水がで柔らかくなってくるの。そうなったら今度きれいに、ほらつるがいっぱい伸びてるでしょ。
本来だったらあれもすぐ取っちゃいたいんだよ、こういうやつとか。でも今は我慢の時で、これねすっげえ酸っぱい、半端ない。ちょっと秘密兵器用意してあるんで、うちにはこれがあります。これミラクルルーツ。このミラクルルーツをちょっと下にこれ種。ミラクルルーツはなんだ酸味を甘さに変えるっていう不思議なフルーツ、ミラクリンが入ってもう舌が酸味を甘みに変えてるんで、はい美味しい。でも食えるんだけど、それでもまだ酸っぱい。でも甘くなった。でね、甘いんだけどまだえぐみみたいなものがあるね。まあそりゃそうだよな、若えもん、カチカチだもん。で余談は置いといて、じゃあ次はこの緑のここいらは緑でいきましょうね。おお、ギリギリ横長だからさ、横に不定から。おお、これ下手して破裂すんな。特大の上にさ超特大っていうのもあるんだけど、多分超特大の方が良かったかもしれない。ここいらはいけるでしょ。行ってみます。このサイズでちょうどいい、これ特大が。唇が甘い、酸味が甘くなってる。おーしよしよしよし、こんな感じで。ということはね、こっちにこんなぶどうがあるんですけど、これはもう袋入んないですね。これも入んねっぺ。入るかな。長さ的にはいけんな。いきます。ちょうど5時ですね。これはいいよ。これ尻尾まで詰まってる。これもいけるか。いい粒でしょう。ちょっと予防のあれが余ってるけど、まあいいや。いきます。あれ、白石君ぶどうやったんだっけ？やってねえか。わけではないですけど、持ってはいます。そうだ。同級生。同級生がいるにはいますけどね。同級生どうなってんだよ。同級生まだ8です。でも8だろ。そうね。ちょっとやらなきゃいけない。いい加減にしろって怒られましたから。誰？奥様に？まあな、ちょうどねメロンの作業とかぶるからね。でもさ、まだ大きくないんだったらさ、剪定とかわけないよ。ちょっと1時間いたずらし、1時間もいたずらしないでしょ、1本ぐらいや。じゃあ次、これはね初めて使ってみます。これニューエリートソフト特大。どこにしようかな。これは最後に食うやつだから、まあここら辺にすっか。いい房の最後の方に、房のいいところをこのニューエリートの最後に
くやつでやって、おおすごい。おい、これちゃんと穴が開いてんだよね。ここほら、ポロンって落ちたらポロンって抜けるようにとか、水分があったら抜けるように。星野さんのもちゃんとなってるし、こんな感じで、これで120房、去年60房だったんですよ。だから今年はもうその倍になってるんで、多分それもプレッシャーになってなかなかできなかったのかな、自分の気持ち的に。これもいい房だね。ちゃんとに外向きで適流もできて、ここがちょっとうまくこうもう一膨らみしてくれればでピン。はい、最後じゃあもう一個だけかけましょう。これガチでやっていかないと。さ、分かりやすいところでいきたいね。ここでいこう。はい、最後いきまーす。チャ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 じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃん。ピン。これでちょっとほら袋がぶら下がっただけでね、最後仕上げに全部袋をやったらまた撮ろうと思います。ちょっとかけちゃいます。はい、それではこれかけ終わりました。3種類の色で色とりどりにかけられましたが、これはどうしても入らなかった。どうしよう、パンパンだよ。すごいよ。僕の顔で言うとこんな感じ。こうか、こんな感じです。袋掛け3種類でね、これでもうとりあえず実は守られたんで、あとは木が病気にならないようにいろいろ散布していこうと思います。実の汚れとかを気にしてこれでやらなくて済むんで、銅剤も使えるし、実が汚れても袋かけて汚れてもいいような薬で。ただこれだけはどうにかしないといけないな。これ新聞かけるか。このままだと良くないからね、破裂するね。こっちはちょっと適流しました。また仕上げで結構スカスカになったんで、そんなに、大丈夫でしょうけど、結構大きな房になりそうですね。はい、そんな感じで袋掛けやってまいりました。ここからベレーゾンが終わって水あげてきて実が柔らかくなってきたら、今度は剪定ですね。剪定やっていこうと思います。これもう結構ね、つるがいっぱい出てきちゃったから早めに切ってあげたいですけど、出荷症怖いんでもうちょっとしてからやろうと思います。皆さんのぶどうはもう袋かけましたか？どんな感じでしょう？コメント欄で教えてくれると嬉しいです。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。暑いです。気をつけてください。